奥の枝もちょっと描いてみましょうか。にじみを効かせながら。つららーん。はい、毎度おこしやすつららん。雑貨やつららの職人、承知でございます。前回ね、生放送で中国顔料を使って色付きの鳥を描いたんですけど、結構あれね、喜んでくださる方が多くて、今回も、それのなんか続編みたいな感じで、色で、鳥を描く方法をやってみたいと思います。水墨画で彫木というのをね、いつもやってると思うんですけど、実はね、色でもできるっていうか、それを活用しないと木彩がうまく描けないんですよ。そういうとこもちょっと見ていただこうかなと思って。今回はね、この鳥を描いてみたいと思います。これ何やったかな、青カケスやったかな。綺麗な鳥ですよね。こういう鳥はね、やっぱりね、色で綺麗に描きたいですよね。で前回はね、中国顔料というちょっとばかり手に入りにくい、顔料を使ったので、今回はね、顔彩を使ってやってみたいと思います。これやったら結構手に入りやすいので、顔彩は濃く溶かないと和紙に描くとね、薄くなってしまうので、ちょっと濃いめに溶く方がいいと思います。ちょっと小さめの画面に描きますね。F2 サイズに描いていきます。紙は玉板線の絨毯線というものを使ってます。ちょっとにじみの強い和紙ですね。これで先ほども言ったように岩彩と、これは若田県という日本のすずりで和木をすりました。荘園木です。今回はね、この大きな絵皿をパレットとして使います。色を使うときはね、結構この大皿を使うことが多いんですけど、あまりね、色をね、きっちりくっきり分けない方が、こうね、なんか自然な色合いになりやすいので、僕はあんまりね、木彩画の場合は、色を分けないですね。ここでも混ざり合ってもいいかなぐらいの勢いでやっていくことが多いです。今回使うのは、これ僕中国の筆なんですけど、ちょっとちっちゃい筆ね。これで、鳥の、くちばしとか目とか足を描きます。ちっちゃい筆、何でもいいと思います。描きやすい筆で、これは。で今回いつもね、六軒堂さんの筆使ってるんですけど、今回はこれもご紹介しようかなと思って、ご紹介がてら。これは、ね、潮流筆といって、いろんな、メーカーから出てるんですけども、羊毛なんかな穂先がね、ちょっとだけ長くて、多くね、水分を含んでくれるので、描きやすいですね。これで描いてみたいと思います。ちょっとだけ薄めた墨を全体に小筆に含ませて、で先端に濃い墨を取ります。でちょんちょんちょんと馴染ませます。これでね、くちばしをまず描いていきます。でね、逆筆なんで、ちょっと難しいですよね。こう描いていけないんですよ。こっち向いてるので。くちばしはここら辺かな。よいしょ。これ2筆をね、合わせるような感じで、くちばしを描きます。で形が気に入らなかったらこうやって後で整えてもいいんですよ。模様がありますよね、模様が。黒い。これちょっとね、ポンとこう絵皿に置いて、この軸をクリッと回します、クリッと。そうすると、穂先がこうやってばらけるので、目の周りの模様を少し描いておきます。こんなもんかな。目描くときはこのくちばしのこのラインと、間隔、これに気をつけて描きます。まず最初にね、こうやってね、楕円を落としてあげたらいいんですよ。楕円をね。で、これちょっと難しいかもしれませんけど、この筆の穂先を使ってね、この目のね、周りにね、ちょっとまぶたみたいな、こう囲いがあるんですよね、こういうところ。ちょっとこういうところ表情つけて描いといてあげると、随分鳥の目らしくなるんですよね。この毛の感じを出しますね。こうファッファッファっていう感じで。これで墨の部分完成です。じゃあこの筆は一旦置いときますね。で、今度この大きい潮流筆に持ち替えて、ちょっと大きすぎるかもしれんけどな。色を作っていきます。これは白雲かな。白雲をたっぷり溶かしますね。こうやって何回も撫でて。で、結構ね、これ濃く溶いておかないとね、描いた時にね、ほんと岩彩って薄くなるので、ちょっと濃いめに溶いておきましょう。で、ここにちょっとだけ赤入れます。赤。ちょっとだけ。赤紫みたいな感じで。ちょっとだけですね、ほんと。陽光かな、これは。そうするとこういう紫っぽくなるので、ここにね、ちょっとだけ墨入れます。ちょっとだけ。こんな感じで。いい色合いになりましたね。で、筆先をちょっとこう、水を切るように整えて、筆先にまたもう一回赤を、ちょっとだけ筆先に取って、なじませます。よーくこうなじませますね。はい。これがね、彫木なんですよ。色でいう彫木なんですよね。画像ではわからないかもしれんけど、先端に行くに従ってちょっと赤みを帯びた紫になっていってます。これで頭とか胴体を描いていきますね。まず、また逆筆になるんですけど、こう入って、にじみを生かしつつね、塗り際が
くっきりしすぎてるので、こう、ふわふわっとかぶせといてあげて、鳥の毛の感じを出します。今度はね、先端に墨を少しつけてなじませます。これ先端に行くに従って少し暗い紫になってます。これね、一回首の部分を、こうひねってる首の部分を描きますね。ちょっと早めに筆を動かしてかすれさせてあげて。噛んでるな、今日も。今度ね、こっちに濃い墨が出てほしいので、ちょっと筆先を下に向けて、左右に払うように、背中の部分を描いていきますね。どうですか？色のグラデーション出てますかね？で、またこう、整えるように、ふわふわっと。はい、そしたらこれはもう一回筆洗いましょう。今度は少し赤みのある部分を薄めて取って、かなり薄めます。これじわーっとね、こう、にじませるように、こう隙間の部分を埋めてあげます。はい、今度鮮やかなね、青い、羽の部分。これ難しいな。薬群を取ります。そしたら次はね、ここにね、緑取ります。これ何色やろうな。緑青かな。こんな感じの色かな。そしたらね、こう、裏表水を切って、筆をこう平らにしますね。平らにしたらこの両側に墨を、ちょっとでいいですよ。ちょん、ちょんっていう感じでつけて、こうペンペンペンと鳴らします。これ両熊と言います。ちょっと早めに羽は動かした方がいいですね。ちょっと早めに筆を動かして。これやっぱり鳥なので、素早く動いてる感じを出したいですよね。これね、ちょっと細かいですけど、両熊の弾くようなタッチで羽を並べるように描いていきます。じゃあ一回筆洗って、羽の色の部分を取って、今度はね、先熊と言うんですけど、筆先ちょっと何ミリかに濃い墨を取って、なじませます。ちょっとだけなじませるだけ。ゆっくり溜めるようになって。溜めるようにね。溜めるようにゆっくりこうスッと。ようにじむな、この紙。って説明してたら墨が上がってきてしまいましたね。じゃあ、あとはね、これを整えるように描いていきます。この辺とかは色が鮮やかなので、ちょっと埋めるようにして、あと小筆に持ち替えてね、ちょっとここ滲んだったところを、ちょっと無視するように首のライン取ったりね、毛先もちょっとだけ墨で整えてあげます。ちょっと模様があるねんな、これね。模様もちょっとだけくどくならないように、濃い墨で入れといてあげるといいかもしれませんね。こう。筆先ちょっと割れてます。ちょっと墨を薄めて、横から出た毛をね、筆先でふわふわっとこう、遊ばせるように描いていきます。これね、ふわっとした毛はね、水を切りましょうね。よーく水切ってくださいね。で、今度ね、黄土色をちょっとだけ墨と混ぜて、ちょっとお腹の部分少し見えてるので、ここをね、にじませながら入れてあげます。じゃあ足はちょっと墨だけで描こうか。ここはね、ちょっとかすれつつ描いた方がいいですね。で、気を握ってるので、気をちょっと避けてこう爪を描いてあげたりして。この足はね、くちばしとともに鳥の力強さが出せるポイントなので、ちょっと強めに描いておきますね。はい、描けました鳥が。今度は大きい筆に持ち替えて略文を解いて、ここにね、墨を混ぜます。墨混ぜていきます。はい。こんな色になりますね。グレーっぽくなりますよね。これよーく混ぜて作って、ちょっと茶色も入れようか。少し茶色も入れます。で、よく水切って、これもペンとやった墨を上にして、この状態で枝を描いていきますね。ちょっと素早く描いていきますよ。素早く描かないとダメなんですけど、鳥がね、枝に止まれるように描いてくださいね。これ意外と難しいんですよ。はい。で、こう枝のゴツゴツ感を出すために、ちょっと筆加えますね。少しね、こう回り込みの部分とかを細くしといてあげるとね、随分枝っぽくなるんです。で、これをね、このまんま水で少し、お酒洗って、奥の枝もちょっと描いてみましょうか。にじみを効かせながら。
じゃあ、あとは枝のゴツゴツ感、ちょっと、トゲとかね、ゴツゴツ感、トゲっていうか、こう濃い墨で、ちょっと出しておきますね。で、奥の薄い枝は薄く、ゴツゴツ感出します。最後ちょっとね、薄い墨で、鳥の立体感をちょっとにじませつつ、ちょっと上からかけてあげますね。はい、青化ケースの木材が完成しました。ちょっとね、にじみすぎねんな、この絨毯線。難しいわ。ここら辺とかにじみすぎてね、ちょっとね、太っちょになってしまいましたけどね。まあ、今回のポイントはやっぱり彫木かなと思います。岩彩もこうやって、色味を少しずつ変えながら描くと立体感のある、モチーフ描けるんですよね。先ほどみたいに色をこうね、変えつつ含ませたら、しっかりこう、揉み込んで、グラデーションを緩やかにしてあげるのがポイントかなと思います。よーくこう揉み込んで、グラデーションを穏やかにして描いてあげると、このように少しずつ色が変わっていく感じになるんですよね。あと、両グマとか先グマとかは色でも使える技法なので、ここら辺とかね、青を先に含ませて、両グマで墨、縁取って力強い羽の強さを出してます。色でもね、水墨画の技法って十分使えるものなので、ぜひぜひ水墨画の彫刻に慣れてきたら色も描いてみてほしいですね。はい、今回は木彩画で鳥を描く方法でした。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。岩彩ならね、結構手に入るところ多いですし、持ってある方も、結構いると思うので、たまにはね、こうやってね、せっかく色が美しいモチーフは色で描いてみるのがいいですよね、やっぱりね。ぜひぜひ彫木の知識を活かして色でも彫木して描いてみてください。それではまたお越しやす。実はね、あるものを今やって、ダジャレ事故。今でね、育ててるんですけどね、すんげえわ。生命の神秘やな。またね、休日動画かなんかで出すと思います。すごいわ、とにかくすごい。